ハローマットです。ブロードウェイです。で、ニューヨークに観光で来るときにブロードウェイのミュージカルも見たいですよね。で、僕もね、何回もね見に来ました。で、たくさんやってるんで、一体どれが一番良いのか、おすすめなのかっていうのを僕が勝手に選ぶベスト3っていうのを今日お話ししたいと思います。で、まずね、一番南側第3位から順に上がって第1位まで行きたいと思います。まず第3位の場所に行きました。来たんですけど、やっぱりね、観光バスとかがたくさん止まってて、ちょっとね映しにくいんですよね。で、第3位はね、今日もめちゃくちゃ並んでますね。僕が勝手に選ぶブロードウェイのミュージカルの第3位はアラジンです。で、僕がね見に来たのは5年ぐらい前に初めて来たんですけど、映画のアラジンが公開された直後に会社のみんなと来ました。で、僕以外に2人初めてニューヨークに来て、で初めてミュージカルを見るっていうことだったんですけど、やっぱりこの歌も踊りもスケールも、それから知ってる話なんで、すごくね楽しんでみんなね帰りましたね。なので初めてのブロードウェイアラジンはすごくね楽しめると思います。なのでこのアラジンが第3位ですね。では次に第2位の場所に向かいます。今僕はアラジンのあった42から44ストリートの方に北に上がってきました。で、このブロードウェイのミュージカルを見るだけじゃなくて、食事もどこかでしようかなって思いますよね。で、その時にねちょっとおすすめが1軒あって、もう最新のなんていうんですかね、洗練された料理とかそういうものではないんですけど、イタリアンですごくね昔からあって、で僕ももう10年以上前に初めて連れてきてもらって、古き良きブロードウェイの雰囲気味わえるよって教えてもらったのが、このねグリーンのサイン見えるかな、サルディですね。で、ここがね、このブロードウェイの合間に、ミュージカルの合間に食事をするのにすごくねおすすめです。これ並んでるんですかね、今日もね、もしかして並んでるかも。でも今ウェブでね予約取れるんで、ちょっとねぜひねここにもね足を運んで見てもらいたいですね。昔のねスターのね写真っていうか絵がね中に飾ってあったりするんで、すごくね雰囲気いいです。なのでこのサルディを一つね豆知識として覚えておいてもらえたらと思います。では第2位の場所に移動します。ここがね第2位のシカゴの前です。で、このねブロードウェイのこのエリアにありがちなんですけど、
いつもねうるさいんですよね。このバスのエンジン音とか、あと工事の音でも、こんな中でまあミュージカルを楽しむっていうのもブロードウェイらしいなと思います。でこのシカゴ、僕はね 7,8 年前に見たんですけど、シカゴ自体はもうロングランで、このブロードウェイの人気のミュージカルっていうと必ず名前が挙がります。で運よく最前列に座ることができて、でねすごくね感動しました。で、ダンサーの筋肉というか、女性の方のその躍動感、それから観客席までね汗が飛んできそうなぐらい、それぐらいエキサイティングなショーだったんですね。でこのシカゴに関しては映画のシカゴっていうのもあって、レネ・ゼルビガーと、あとゼタ・ジョーンズ、それからリチャード・ギアでオスカーも取ってるので、予習して、それでストーリーをなんとなく掴んで、それから見るのもいいと思います。なのでこのシカゴが僕の中でずーっとね1番だったんですけど、今回それを超えて1位があるので、僕の中で1位っていう意味ですけどね、王道のミュージカルっていう点ではこの、シカゴが1位かなと思います。なので次の場所に行きましょう。今シカゴの前から1位の場所にね移動しようと思ったんですけど、一つちょっとね興味深いお店があるんで、それを紹介するために戻ってます。でブロードウェイのミュージカルの中にオフブロードウェイって言われる、何回もブロードウェイの有名なミュージカルを見た人とかがね、ちょっと新鮮な気持ちで見る小さめのシアターで、開かれてるショーがいくつかあるんですけど、僕はねそれを行ったことがあるんですけど、やっぱりねちょっとね難しいんですね、その理解度っていうのが。で僕が行ったのはね数年前までやってた、パラマウントホテルの地下でやってたクレイジーホースナイト、なんか要は女王がパフォーマンスするんですけど、僕もねやっぱりこうちょっとよく分からなくて、でも最前列で見てたら、そのクイーンに呼ばれて、みんなの前で王冠をかぶしてもらったりで、あと帰る時になんかね鞭で叩かれた記憶がありますね。そんなこともあったりしました。だから、何回か来てブロードウェイのメインのミュージカルをいくつか見た後だったらね、ぜひにと思います。でね、ちょっとねその興味深いお店が見えてきましたね。今めちゃくちゃ晴れてって昼間なんで人いないんですけど、分かります？このお花がいっぱいこうデコレートされたこのお店、これですね。ここねブロードウェイのミュージカル通う人でいつもね超満員なんですけど、まだオープンしてないかな。エスタブリッシュの1901年リリーズっていう、アメリカンダイナーというか、こんな感じで中もすごいんですよね。これです。なのでちょっとブロードウェイの名物の一つです。ここはちょっとね記憶の片隅に留めていただければと思います。これですね、すごいですよ。なので1位の場所に移動したいと思います。では行きましょう。今ねこの並んでる列のところ、これが第1位のプログラムです。
すごいね並んでるんですね。まあ、もうみんなねチケット持ってるんですけど、第1は何かというと、分かりますか？あの赤いサイン、マイケル・ジャクソンです。これですね。すごいですね、やっぱり人気ねダントツだと思います。で実はね僕ももう行ってきたんで持ってるんですけど、で今日はね僕は行かなくって、僕のね同僚が今ね後ろの方に並んでるんですけど、今日ね予約してるんで一緒に来ました。で夜の分もあるんですけどね、すごいですね。で僕がね見たやっぱりねミュージカルの中でダントツにね感動しましたね。一番感動しました、これが。で、まあ、僕の世代だとやっぱりマイケル・ジャクソンを MTV とか、それからグラミー賞とかでこれでね親しんできたんですね。でマイケル・ジャクソン自体は当時を思い起こすとそこまでね熱狂的なファンではなかったんです。でもマイケルが亡くなって、でまあせっかくなんでこれ MJ 見に来たんですけど、僕たちがね知ってるマイケル・ジャクソンが目の前にいるんですね。でダンスも最高で、音楽ももうね聞いたことある曲ばっかりですね。そしてその衣装も例えばスリラーの赤いジャケットとか、それからビリー・ジーンのローファーとか、まあキラキラしたソックスとかね、でそういうのも全部あの頃記憶のどこかにあったマイケル・ジャクソンがそこにいるんです。なのでこれがね僕がおすすめする1位ですね。なのでぜひニューヨークに来ることがあったらマイケル・ジャクソンのこの MJ ニール・サイモンシアターです。これを見に来てください。絶対にね後悔しないと思います。
Thank you. I appreciate that. Thank you guys. Hey, how you doing? Awesome. Thank you so much. You keep it up. Thank you. Love you. Love you. Hey, how you doing? Great, great. Thank you. Thank you. Hey, how you doing? で僕のチャンネルでは、仕事でこちらに来てるんですけど、その中でおすすめの観光スポットもあればね、皆さんにご紹介したいと思います。では今日はブロードウェイのミュージカルをご紹介しました。失礼します。